在日朝鮮人ってなんだか聞いたことあるけど、正直よくわからないですよね。特に朝鮮籍という身分は世界で日本にしか存在しないんです。なぜ日本だけがそんな特別な存在を抱えているのか。僕は韓国から日本に来て9年、日本社会の中で生きる韓国人として、このテーマを興味深く勉強してみました。この動画を見れば、1つ目、在日は日本国籍が持てなかった理由。2つ目、在日は韓国籍か朝鮮籍を選んだ理由。3つ目、朝鮮籍は世界で日本にしか存在しない理由。4つ目、在日韓国朝鮮籍者が日本に永遠に住める理由がきっと見えてくるはずです。まず一つ目、在日は日本国籍が持てませんでした。1945年、戦争が終わりました。そして、朝鮮の支配も終わることになりました。当時はおよそ200万人の朝鮮人が日本国内にいました。その中には、帰国船に乗る人もいれば、帰る場所がなくなってきた人たちもいました。日本に生活基盤ができてしまった。朝鮮に帰っても家も職場も親戚もいない。そんな人たちは日本に残る選択をしたんです。終戦直後、彼らは法的な国籍はまだ日本人でした。なぜなら、日本はまだ大日本帝国憲法の下で、朝鮮、台湾を自国の領土としていた時代の延長線上にあったからです。ところが、1977年に外国人統例法という法律が発表されます。この法律には、台湾人、朝鮮人を当分の間、外国人とみなすと記載されていました。つまり、日本国籍だけど外国人扱いされるという構造が生まれたんです。これが在日の始まりでした。そして決定的な出来事が1952年4月のことです。サンフランシスコ平和条約が発効し、日本は主権を回復します。日本政府はこう宣言しました。条約発効に伴い、朝鮮人及び台湾人は日本の国籍を全て喪失する無国籍となりました。二つ目の話、在日は韓国籍か朝鮮籍を選ばないといけなかった理由を話します。日本国籍者ではなくなった在日たちは次の大きな選択をしないといけませんでした。あなたはどこの国の人ですかということです。この問いに当時の多くの在日は簡単に答えることはできませんでした。戦後の朝鮮半島は南北に引き裂かれていました。南に大韓民国、北に朝鮮民主主義人民共和国が立ちます。在日たちは2つに割れた総国を前に韓国を選ぶか、それとも選ばないかという大きな決断が求められました。だって彼らのルーツは朝鮮であり、両国とも朝鮮と関係がある国だったんですから。また1950年代の日本にはすでに民団と朝鮮総連という2つの組織が生まれており、それぞれが総国への忠誠を掲げて活動していました。ここで驚くべきことがあります。韓国政府を支持する人は韓国籍を選ぶことができました。しかし、北朝鮮籍を選ぶことはできませんでした。なぜなら、日本政府は北朝鮮を国家として認めてないからです。それで、日本で北朝鮮籍というものは存在することができないのです。これは今まで一緒です。もちろん、日本では北朝鮮籍は存在しないんですけれども、非公式的には、日本の中にも北朝鮮のパスポートを持っている人はいます。日本のこの北朝鮮を国として認めないっていうのは、韓国でも同じです。韓国は北朝鮮を国ではなく、自国を不法占拠している武装団体扱いをしているからですね。で、その結果ですね、どちらにも属さない朝鮮籍のまま残ることを選んだ人たちができました。しかし、朝鮮籍と一口に言っても中身はめちゃくちゃ多様です。北朝鮮を支持する人、全く関心がない人、韓国でも北朝鮮でもない、かつての朝鮮の人として生きたいと願う人もいます。つまり、朝鮮籍とは国とは言えづらく、アイデンティティの概念、その混在している概念に近いものです。3つ目の話、朝鮮籍は世界で日本にしか存在しない理由を話します。ここでもっと驚くべきことを話したいと思います。朝鮮籍の人は無国籍者です。韓国籍と聞けば世界のどの国でもすぐに通じます。なぜなら大韓民国という国家が正式に存在して、そこから正式なパスポートが発行されているからですね。しかし朝鮮籍という言葉を海外で理解できる人はほぼ 0% です。李氏朝鮮の時代にルーツを持つ朝鮮という名前は1948年に韓国と北朝鮮に分断されたこ
ことで消えたからです。そのため国際法上も朝鮮という国の名前を持つ主権国家は存在していません。では、朝鮮籍とは何か？実はこれはですね、日本の国内だけで通用する便宜上の記号なのです。日本政府が戦前から日本に住んでいた旧朝鮮出身者を識別するために設けた区分で、世界的な国際法上の国籍ではありません。そのためパスポートも発行されない。海外旅行に行くときは訪問先の国から渡航証明書みたいなものをもらって日本法務省の許可を受けてようやく出国できる、まさに世界のどこにも総国がない無国籍者として扱われるのです。世界で唯一日本だけに存在する区分です。ただですね、私の予想としては朝鮮籍が日本で無国籍と登録しても北朝鮮のパスポートを持っている人もいると思っております。もちろんごく一部になると思うんですけれどもね。4つ目の話、在日韓国朝鮮籍者は日本に永遠に住める理由を話します。これまで話した国籍は国の所属を示すものであり、パスポートの発行主体に関わる問題でした。ここからは滞在資格、すなわち日本に住むための法的地位について説明します。日本ではですね、どの外国人でも自由に住めるわけではありません。観光目的での短期滞在を除き、長期的に生活するためには就職とか投資とか結婚とか留学とか一定の条件を満たす必要があります。これは日本人が他国に移住する場合でも同様であり、在留資格の根拠がなくなれば原則として帰国しなければいけません。例えばですね、就労ビザで来日した人が解雇され、新しい雇用先を得られない場合、そのまま日本に滞在することはできません。戻らないといけません。この点で特別な地位を持つのが特別永住者と呼ばれる在日韓国籍、在日朝鮮籍の方々です。彼らは戦前から日本に居住していた旧朝鮮台湾出身者及びその子孫を対象として特例的な在留資格を与えられました。この資格は1991年の入管特例法により明文化され、永住権に近い内容を持ちます。原則として日本で自由に生涯住み続けることができるようなビザとなります。また希望すれば他の外国人と同じ手続きを経て帰化することもできます。これは別に在日韓国籍者だからとかではなくて、ある外国人たちと一緒な資格として、帰化する資格ありますよっていう話ですね。この場合もちろん一般的には数年以上の継続して日本に住むだったりとか、安定した職場、お金があって、納税もちゃんとしてますか、犯罪してないですかみたいなことをチェックされます。つまり国籍は国家との所属関係を示していて、朝鮮籍もしくは旧朝鮮の人は国籍がなくても特別永住という制度によって、在日朝鮮籍、在日韓国籍の人々も日本で生活することが認められています。ここまで見てきたように、在日と一言で言ってもその中身は実に多様ですね。戦後の混乱の中で日本に渡り韓国籍を選んだ人、北朝鮮を支持した人、そのどちらにも属さず旧朝鮮で生きる人、どの国にも強い関心を持たない人、日本に帰化して日本国籍を取得したい人、戦後ニューカマーとして渡ってきた人、同じ在日という言葉の中で複数の世帯、立場、意識が重なり合って存在しています。今もこの話は日本社会の中で静かに続いています。もしあなたの周りに韓国人もしくは在日と呼ばれる人がいたら、ぜひ一度その人の話を聞いてみてほしいんです。一人一人違う背景と考え方があるのではないかと思っております。この動画がその多層的な歴史を少しでも理解するきっかけとなれば幸いです。本日の話は以上です。もしよろしければチャンネル登録もぜひお願いいたします。以上パックンでした。アニョン。